かつてここに日本の外交と防衛の最前線を担い、アジア大陸に開かれた玄関口ともなった地方最大の役所があったことを誰が想像できるでしょうか。そう、今回の動画では太宰府行くなら天満宮じゃなくて太宰府成長後に行け編でお送りしたいと思います。改めて太宰府の位置を確認してみましょう。太宰府は福岡県に位置する町です。東京を中心に考えれば福岡は西の果てのように見えますが、アジアの中の日本という目線で日本を見たとき、むしろ福岡は外交の最前線にあると言えます。太宰府に役所が置かれたのは天智天皇の頃と考えられています。日本はこの頃飛鳥時代です。ちなみに飛鳥時代って何だったっけかなという方のために、だいたいざっくり古墳の後です。前置きはさておき、早速本題に入りましょう。今回太宰府成長の水先案内人を務めてくださるのはこちら原さんです。実はこの太宰府っていうのは極めて人口都市でですね、作られた町なんですね。で実はですね、この太宰府の前身って言いますかね、それは博多にあったんですよ。それやっぱりあっちが便利なんですね。やっぱ太宰府っていうのはどうしても朝鮮半島とか中国大陸とかとの接点になりますからね、ここまでわざわざ来ませんよね。そう、確かになんか港町の方が近い方が便利なのになと。そうなんですよ。もういいところです。いいところ気づかれたんですよ。その通りなんですよ。でところがですね、最初に作られて130年ぐらい経った後ですね、そこで白月の絵の戦いとか聞かれたことありますかね。聞いたことだけあります。でその戦いでですね負けちゃったんですね。でその白月の絵の戦いというのはですね、ここなんですね。つまり朝鮮半島まで行ったわけです。新羅と東が挟み撃ちにして、特に東の軍隊に負けたんですね。で急いで帰ってきたのは良かったんですけど、逆にここまで行ってますから、向こうの人が攻めてくるんじゃないか。ああ、なるほど。それで博多は海に近すぎると。だから防衛のために引っ込めよう中で来たのがこの太宰府なんです。なるほど。だから極めて人工的だし、一番最初はそういう経過がありますから軍事都市です。なるほど。そういう中でですね、もう分かると思うんですけど、こっちは福岡平野です。向こうが筑紫平野です。ちょうど山が迫ってきてる時ですね。盆地でしょ。わかりますね。要害の地ですよ。ああ、なるほど。言われてみると。そうなんですよ。そういうところをですね、ちゃんと考えてどうも作ったみたいなんですよ。やっぱり盆地といっても入り口があるわけですね。それでここを防がないかんということで水木っていうのを作ってます。これが現在に残る水木の跡です。写真中央手前から奥の大野城に向かって木が一直線に生い茂っているのが見えますね。この水木は当時このようにして作られたと考えられています。水をためるお堀の部分を深く掘ります。掘った土は中央に積み上げていきます。堀の部分に水を流せば城を取り囲むお堀のような役割を果たします。こうして当時敵の侵入を防ごうとしたと考えられています。その遺構が1300年の時を超えてこのように日常の景色に溶け込んでいるなんて、なんか不思議ですよね。でここに宝満山中と霊山があるんですけど、だからここからこう行ってですね、こう行ってこう行ってこういうふうなずっと囲んだんじゃないかっていうのがですね、もう今ホットな話題です。だから単にここが太宰府ですよっていうだけじゃなくてですね、ものすごくこう手が込んでるっていうか、そういうところなんですね。こ
まあ防衛都市を中心にこう話したんですけど、ところが戦いはそれ100年も200年も戦いませんよね、うんうん、だからやっぱり戦いがあって3、4年経つとですね、うん、もう面倒くさくなってもうちょっと手を握ろうとかなりますよね、うんうん、それはお互い様ですから、金もいらないし、うん、だから外交施設が来るようになります、うん、博多に必ず来るわけですね。なるほど、はい、そこでその中のおそらく中心的な人物ですね、うん、そういった人たちがおそらくこっち側に来て太宰府に、まあ、平城京とか平安京の人たちの出張所がありましたので、うんうん、ここにこう来たんじゃないかっていうことで、なるほど、だからこっち側にも迎賓館がなくちゃいかんのですよね。確かにそうですね。でここに客館跡というのがあって、これも本当に10年ぐらい前に見つかったんです。これもホットな話題でですね、これはもう何ちゅうかな、日本だけではなくて世界中から注目される、そんな感じです。はい、どうやってここが客館跡だ、ここに客館があったんじゃないかっていう。いい質問ですね。そんな質問があると嬉しいですね。それはですね、まあもちろん一つは道がこう見つかってるっていうのもあるんですけど、はい、ここをこうずっと考古学的に発掘しますよね、はい、そしたら他のところに見られないような素晴らしい陶磁器とか食器だとか、そんなのが集中的に見つかるんですね。なるほど。そうするとやっぱここは特別な場所やないかということになるわけですよ。それでなるほど、こんな話もちょっと後でしようと思ったんですけど、そういうことになるとここが軍事施設じゃかっこ悪いからですね、外国を見る、だからここを都みたいに作り変えるんですね。だから京都とか奈良みたいに縦縦横横のですね、こういった都市を作るんですよ。なるほど。はい、これでその客観というやつですね、はい、ここに道がここに航路館って書いてあるんですけど、はい、難しいですけどね、こう来てですね、ここに一番中心の道があるんですけど、ここをこう来てここに来らせようとしたんですよ。わざわざ遠回りさせてますね。すぐ来りゃいいのに。これはやっぱ作戦ですよ。すごい大きいんだぞとかね。なるほど。これでですね、これでちょうどここのこれがそこなんですけど、はい、それのちょうど真南にこれが中心線なんですね。でこう行ってくる時にちょうどここに客館があるんですね。ですから位置的にもやっぱりこの一番中心のところにそばにあるというのも、これが客観って考える一つの理由になります。そういう理由で、素晴らしいものが出てくる。位置的にもバッチリだと。で平城京とか平安京も大体ここの両側にあるんですね。いわゆるその客観みたいなおもてなしのところ。だからそういったやつでですね。奈良時代の初め頃に軍事施設からこういうふうな形に作り上げるんですね。でちょうどその奈良時代ですから大体ですね710年っていうのが奈良時代なんですね。でそれからちょっとした後にこの形ができていきます。それまでは軍事都市だったんですね。それでそういうふうになった時にですね、ちょうどおそらくこう立って新品の頃ですね、大友の旅人という人がここに派遣されるんです。大陸の文物がどんどん入ってくるわけですね。その一つが梅だったんです。梅の木を見て歌でも作るかって言うてですね、彼はここの長官でしたから、いっぱい長官のね名を引き下げてザーッと集めて30人集めて歌会をしたんですね。これが梅花の縁って言います。でその32種ずっとあるんですけど、その中に全文があるんですね。こういう意味でこの歌を作ったんだって。でその中にですね令和という言葉があります。これが全文、序文って言いますけどね。こんな風になってるんだ。そうですよ。難しい。初めてちゃんと見た。じゃあここは和歌じゃなくて本当になんていうか前置きみたいなところなんだ。こっちじゃないんですよ。こっちが歌なんだ。こっちが歌なんですよ。でやっぱりこの漢文の方から取ってるんですね。これは大友の旅人が書いたんだろうと言われてますけど。
だからまあそういうふうにして一応前置きがあって、もうやるぞって歌うぞって言ってみんなに歌わせるっていうのがこの形です。はい。170年後にもう一方有名な人がここに来ます。170年後。はい。901年にここに来た人が菅原道真です。おお、そのタイミングで来るんだ。道真さんがまあ流されてくるんですね。でここで大体2年間過ごすんですよ。約2年間。で持病とかがあって、まあ年ももう57歳8歳ぐらいですので、もう当時としてはもう老齢ですよね。で2年間で持病が悪化して亡くなるということになります。この地で亡くなる。そうですそうです。多分ここで亡くなったんでしょうね。はい。まあここら辺にあったお寺さんが葬式をやったというのが大体そうだろうと言われてます。でその牛が動かなくなって、どんなにおいおいって言っても動かなくなるんですよ。それでちゅうことはもうここら辺にお墓作れちゅうことかなっていうことでお墓作るんですね。それでそのお墓を作って、そこに祠を建てていくんですけど、でそれが大きくなっていったのが太宰府天満宮です。あ、そうなんだ。だから逆に言うと太宰府天満宮の本殿の下には道真公のご遺体があるはず。だからですね、あそこに行って拝むということは道真公に直接拝んでるということになります。ただ本当にあるかどうかは分かりません。ここの一番のトップの宮司さんしか行ってありませんので、行けないので、私も見たことはありませんので、あるだろうということでですね、ちょっと限定はしませんけど、もうここら辺がもう言い伝えられてるし、もう天満宮で必ずそれを言われます。ところがここはあくまでも天皇という政治組織の九州出張所だったんですね。でところがですね、天皇の政権が揺らいでくるんですね。つまり武士が出てきます。そうするとここが忘れられることになる。だからここも田んぼになったり草ぼうぼうになったりするわけですね。で、結局その鎌倉室町ずっとそういう形で荒れ果てるんですね。でところが太宰府天満宮がありました。学問の神様のですね、この学問の神様の太宰府天満宮があったもんだから、皆さんここにお参り行かれるようになるんですね。これを財布参りと言いますけど、もう江戸時代いっぱいもう天満宮参りというのがあるんですね。でその武士の世の中が終わるんですね。でそうすると明治でしょ、天皇が見直されますよね。そしたらここも一緒にあんなのがあったと。天皇家のですね出張所がここにあったということで徳の後ですけどね。でこれがだんだん見直されてくることになります。そして昭和になってですね、昭和というか戦後になってここをもう一遍きちんとしようということで、今から50年ぐらい前に本格的な調査をやったわけですね。そしてその50年かけて今のような形になっています。でもですね、どうしてもやっぱこっちの学問の神様の方が有名なんですね。で私も太宰府、この近くですけど、太宰府から来ましたって東京の人とか京都の人とか言ったら、ああ天満宮のあるところやろうね、言っちゃう。そうでしょ、言っちゃうでしょ。で私たちからするとですね、そこじゃない、ここだろうと。なるほどね、推しはこっちだって。でこれをなんとかですね有名にしたいと。確かに。でいうことでですね、ある人から教えてもらいましたけど、受験生がここに行くのは学問の神様だけじゃないってですね。実はですね、ここの太宰府っていうのはここに来ているように手を打たないんです。本当だ。だから昔の役所が売ってなかったからですね。だから財布、重要な役所という意味だったんですけど、太宰府ということでですね、売ってないんですね。太宰府市とか太宰府天満宮は点があるんですよ。でこのどうしてこっち側にみんな若者が行くんでしょうね、受験生が行くんでしょうねって話をしょったらですね、それあんたたち知らんとって言われてですね、いやどんでですよねって言ったらね、そのお客さんがです、こう言ってくれました。あんたね、受験生はね、点がある方がよかろうもんって。なるほど。
本当だ。思わず納得いいですしてね。座布流れ団。ですけどね。座布団ですね。本当だ。なるほど。お後が大変よろしいようで、ということでお送りしてまいりました原さんの大変興味深い解説、いかがでしたでしょうか。皆さん、次太宰府行くときは天満宮ではなく、ぜひ太宰府成長跡を訪ねてみてはいかがでしょうか。